こんにちは、ペンタロウです。 GSX-8T と TT が発表されたので、それぞれの仕様と現行8シリーズとの違いをまとめます。他社のネオクラ系との比較、ペンタロウの最近の鈴木社遍歴も合わせて、今回は鈴木特集でお送りします。 GSX-8T と 8TT、 まず乗車姿勢ですが GSX-8S とほぼ同じです。前傾率は175センチで 23.9%、160センチで 31.9% と直立に近い軽い前傾で、直立すぎてケツ板になりやすいこともなく、前傾すぎて疲労が大きいこともないちょうどいいポジションになっています。 SV650 よりやや前傾になるので、 SV でケツ板に悩まされている人は乗り換えでは心配しなくて良さそうです。もちろんフルカウルの GSX-8R より直立です。ステップの位置も 8S、8R と同じはずなので、ステップ干渉具合や膝の曲がり具合なども 8S と同じと思って良さそうです。 GSX-8T のフォルムですが、ストファイの GSX-8S を単純に丸めに改造したモデルというイメージです。並べるとよくわかりますが、フレームはもちろんリア周りが同じ、前半分の部品がいくつか違うという構成です。 8S と違うポイントはおよそこれら3つのようです。燃料タンクが 16.5 リットルと 2.5 リットル増量、リチウムイオンバッテリー搭載、 USB-C 標準装備。燃料タンクが増えたことでスペック上は航続距離386キロ、 8S の328キロよりそこそこ長い距離走れます。実際このシリーズはリッター25キロくらいは普通に走ると思うので、400キロ以上走れそうです。リチウムイオンバッテリーは指導性が高く自己放電しにくいので、ペンタロウのようにたまにしか乗らない人にはメリットが大きそうです。多少の軽量化にもなるようなので、性能上のデメリットはないでしょう。単価は高いと思うので、交換時のコストが上がるのは辛いところです。全体の仕様が 8S と同様なので、純正オプションのラインナップも 8S とほぼ同じです。新しくアクラポビッチマフラーが海外でオプション設定されているので、これもきっと国内に入ってくるでしょう。 GSX-8T のスペック。 8T のスペックは 8S とほとんど一緒です。車体サイズも GSX-8S とぴったり同じなので、ハンドルバーも同じ部品でしょうか。シート高は S の810に対して 815mm ですが、シート表皮などによるものと思われます。車重は202キロに対して201キロ。先ほど話した通り、燃料タンクが14リットルから 16.5 リットルに増量されています。エンジンは同じもので変更されていないと思いますが、スペック表では 775cc から 776cc になっています。これは表記方法の変更によるものか、特に気にしなくて良いでしょう。燃費は S の 23.4 から 23.8 とほんのり良くなっています。8T と 8TT はおおむね SV650 に対する SV650X のように前側ポン付けで見た目変えましたという位置づけです。 SV650X はセパレートハンドルでかなり深い前傾姿勢になっていますが、 8T たちは全く余裕のポジションなので警戒しなくて大丈夫です。スズキ8シリーズ、ファミリーの8シリーズを仕分けするとこのようになります。まずストファイの GSX-8S ですが、 8T とは見た目違いでほぼ同じと思って良いでしょう。 S 乗りの方でどうしても丸めスタイルがいいという人は、おそらく同じ乗車感覚で見た目だけスイッチできそうです。フルカウルの 8R はハンドルがセパレートハンドルになり、サスペンションも 8S とは違うため乗り味にも違いがあります。 8T に乗り換えると風防効果がなくなり、サスペンションも S 仕様になるので、そこまでするかという感はあります。ペンタロウは 8R を持っていますが、多分差し替えることはしません。むしろ以前イベントで展示されていた紫のストリートファイター仕様が万が一市販されたら入れ替えたいです。アドベンチャーの V スト800は見た目だけでなくスペック自体もファミリーで一番違いがあり、減速比やキャスタートレールなど走行性能に関わる部分に手が入っています。現状 V ストローム 800DE がファミリーで一番値段が高くなっています。ここから 8T と 8TT の価格ゾーンを予想すると、海外で価格が発表されている国ではおよそ 8T は無印 V ストローム800より少し高いところが多そうです。 V ストローム800は127万6000円なので、そうすると130万円前後くらいでしょうか。さてそうすると競合車両と比べてどういうポジションになるでしょうか。ネオクラたち、まずヤマハの XSR900 は排気量 888cc と GSX-8 シリーズと比較的近い位置にいます。
XSR900 の価格は132万円、アイボリーは135万3000円です。 GSX-8T が130万円ゾーンになると XSR900 を買いたくなる人も多そうで、なかなかに厳しい戦いになりそうです。そんなわけで GSX-8T は 8R の120万円と同じくらいに設定してきたりするかもしれません。鈴木ならそんな 8T の価格ベンチマークになりそうな XSR900 ですが、 900cc くらいありながら車重196キロと軽量な方で、十分に速く質感も高く仕上げられていて、丸目好きには刺さりそうなのですが、販売計画600台とおとなしめの販売となっています。ちなみにビッグオフローダーのテネレ700は販売計画500台です。テネレが人気と言えばいいのか、 XSR900 が人気がないと言えばいいのか、 XSR900 にはもう少し存在感が出てくると嬉しいと思う今日この頃です。川崎の売れ筋 Z900RS ですが、皆さんご存知すぎて今更語ることもないので、殿堂入りでスキップしても良さそうな感もあります。ただここのところ月間販売台数は少し減っている感があって、従来の月間500台平均ペースから300台から400台くらいがそこそこ続いています。この調子だとエリミネーターだけでなく GB350 や ADV160 あたりにも抜かれそうで、 ZX4R と僅差になりそうですが、とはいえ 400cc オーバーの大型カテゴリーでは1位を取れるでしょう。大幅アップデートが噂される次期モデル待ちで買い控えが発動しているのでしょうか。ストレートに丸めクラシック系のデザインを求めると、これが一番しっくりくる人は多そうです。きっと GSX-8T と2択で悩む人は少ないでしょう。 BMW の水平対向ツインエンジン搭載 R12 は 1200cc 近い排気量でありながら、出力は109馬力と控えめになっています。200万円くらいとちょっとお高めです。90の方は二眼メーターを採用していて、よりクラシック感を上げています。こちらは250万円以上とさらにお高めです。ホンダが秋に発売する予定の CB1000F、 メーターが嫌だという巷のコメントは多いものの、ホンダの販売網があればそれなりに売れるでしょう。 SE もコンセプトとして発表されているので、発売時にはグレード選択できそうです。先日生産終了が決まった CB1300 は2025年6月でメーカーへの注文は締め切られましたが、ホンダドリームジャパンでは CB1300 最終モデル在庫限り商談受付中と言って頑張って売り込んでいます。おそらく販売店が在庫車として注文を入れているようなので、しばらく買えそうな雰囲気です。闇のホーク11ほど在庫はだだ残りしないと思われるものの、買い忘れた人は思い出した時にホンダドリームに行ってみてください。 CB650R は絶滅危惧種のホンダ CB の R 系、 CB1000R は先日販売終了、 CB250R も販売終了しました。残るは CB125R と650だけで、このスタイルをいつまで続けるかはだいぶ微妙です。ネオクラ度合いはスズキの 8T の水準に近い感じもします。ヤマハほどネオにデザインを再構築しておらず、川崎ほど可能な限りのクラシック全振りでもなく、どうにもデザイン自体に訴求力はなかったようです。 CB650R は近い将来なくなるか形を変えるか、流れから見るとそうなりそうですが、現在のところ E クラッチ搭載用実験モデルとして大活躍しています。2025年は販売台数ランキング上位に食い込んでくるでしょう。ただただペンタローが好きだから話題に出すモトグッチ V7、 夏もなんとかいける暑さかもしれない縦置き空冷 V ツインの V7、 少なくとも横置き V ツインの後ろ側エンジンヘッドほど体にエンジンが近くないので、熱は直列2気筒と同じようなものです。走行性能ならスズキの8シリーズが圧勝ですが、クラシックな走行テイストなら V7 の圧勝です。よかったらぜひメカメカしい走行フィーリングの生き残りを体験してみてください。スズキのバイク、最近のペンタロー所有スズキバイクと気になるスズキバイクを紹介します。 125cc の GSX-S125 ですが、フルカウルの GSX-R125 のファミリーです。安心して高回転勝ち回してアドレナリン全開で走れる貴重なバイクです。高速に乗らなくてもワインディングなど楽しそうな道に行ける人には素晴らしく向いていると思います。スピードがそれほど出ないので回しても安全に走れるでしょう。これらはアップデートの様子から廃盤も噂されていたりしますが、真偽のほどは分かりません。 SV650X は丸めの SV650 をセパハンに改造したもので、 SV も数年間なくなる噂が絶えません。 8T も出るのでさすがにそろそろ本当に引退しそうです。ほとんど全てにおいて8シリーズの方が上で、 SV から乗り換えると圧倒的な性能の高さに驚きます。安さ以外 SV を選ぶ理由はなさそうに見えますが、こちらは V ツインエンジンなので直列エンジンとは違う魅力があります。
絶滅危惧種かと思われた V 型エンジンですが、ホンダが V3 を開発中など最近話題がホットです。ヤマハもレース用に V4 を開発しているので、いずれ市販車のフラッグシップとして V4 マシンが登場することもほんのり期待しています。グラストラッカーは今状態の良いものがあまり残っていませんが、軽くて元気に走るいいバイクです。オフロード車のセローなどほど車体が大きくなく、130キロ台と軽量、気軽に近所に繰り出すパートナーとしてとても頼もしい存在です。派生モデルにクラシック系の ST250 などもあり、車重140キロ台で現代の川崎 W230 と同じようなサイズ感となっています。 GSX250R は重めの 250cc として一定の存在感があります。ファミリーの V ストローム250の方が販売台数は多そうですが、地道にコツコツ販売を継続しています。海外モデルにはアシストスリッパークラッチが搭載されていますが、国内モデルにはありません。またスズキおなじみワンプッシュでエンジンスタートできるイージースタートシステム、低回転でエンジン回転を底上げしてくれるロー RPM アシストなどもついていません。まあでも十分乗りやすくて利便性も高いので日常のお供に良いバイクです。 GSX8R はかれこれ1年半の付き合いですが、今のところの手持ちではこれが一番総合得点が高いです。日常には十分なパワー、高レベルの扱いやすさ、十分すぎる直進安定性、アナログなのにだいぶいいサスペンション、その他もろもろ上げるとキリがない長所たちで、買って性能で後悔することはないでしょう。そんなわけで今度出る GSX8T もスタイルが気に入ったなら多分買って後悔しません。最近気になるスズキバイク GSX-S1000GX は電子制御サスペンション搭載のちょっとお高めモデルです。といってもスズキなので実売170万円台からあるため手を出しやすいゾーンになっています。最近気になって仕方なく、とはいえ 8R があるし CB1300 もあるし、どう考えてもいらんだろうと心の中の天使がささやいて踏みとどまっています。 CB1300 を買う時に迷ったはやぶさ、264キロと筋トレに最適なマシンとして CB1300 とともに君臨していましたが、 CB1300 終了とともに数少ない筋トレ王座に座っています。今現在色が刺さらないので手を出していませんが、そのうち CB1300 と入れ替えているかもしれません。こちらもいつまで販売されるでしょうか。スズキのバイクはだいぶ個性的で、特別派手でもなくおしゃれでもなく、市場など我関せずで面白いバイクを作ってくれますが、そんなスズキが大好きです。また気になるスズキバイクがあればお話ししようと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。